どうも、モブです。今回は、影の軍団、イグリッドについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まず、今回の動画は、時の戦場バルカで、イグリッドを編成すべき理由について話していくよ。次に、イグリッドの性能を見ていこう。一つ目は、時の戦場チャレンジで大活躍している、ライトニングクラッシュがあるね。このスキルは、周囲に、円形の波動を繰り出す攻撃を行うため、雑魚敵が多い、時の戦場チャレンジでは、最速タイムを出すのに必須級のスキルになるよ。2つ目は、リーダー効果のクリティカル率増加になるよ。この効果は、クリティカル率が 5% である時の戦場だけでなく、高難易度のステージでも、クリティカル率が大きく制限されるため、どこでも使える性能になってるよ。また、クリティカル率の大きなサポートがあるかなでも、イグリッドなしでは 50% を超えることができないため、相性がとても良いことがわかるね。そして、3つ目は、今回の主役である、支配者の手というスキルだよ。このスキルは、命中すると出血効果を適用できるものだよ。しかし、同じ効果を持ったアーススラッシュもあるし、それよりかはケルベロスのような霊属でバフをつけた方が恩恵があるように思うけど、このスキルが注目される理由は別にあるよ。次に同じ効果を持つアーススラッシュと支配者の手を見て2つのスキルの違いを見つけてみよう。これはスキルモーションを見るとわかるけど、ヒット数に違いがあることがわかるよね。つまり支配者の手はヒット数の分だけアーススラッシュより出血効果の割合ダメージが多く適用されるということだよ。次にこのスキルがなぜ今回の時の戦場と相性が良いのかというと、カナのアーティファクトの効果が HP70% 以下の敵に対して大ダメージを与えることができるからだよ。そのためブレイクを完了する前に影を発動させ、支配者の手の出血効果で大きく削ることにより、処刑人アーティファクトの発動条件を少しでも早く達成することができるようになるよ。次はその効果を実戦で体感してみよう。バルカの HP バーの削り具合に注目してね。さて、動画を見て非常に強力な効果であることが分かったかな。しかし、2本目の動画のように攻撃が中断されてしまう場合もあるので、シールドやスーパーアーマー効果を持つアイアンを一緒に編成しよう。また、今回の時の戦場に限らず、高難易度ダンジョンや HP が多い敵に対しては、イグリッドの支配者の手が有効に働くため、編成する機会を増やしてみよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。